おー、ちょっと後で掃除しておきますね。すいません。もう本当にここの近くが一番詰まってた感じですね。まあ、ただここからお2階の配管までは結構油で汚れてると思うので、それはちょっと全部落としちゃいます。そうです。これも私たちみたいな業者がこう清掃しやすいように、はい、点検口として蓋を設けてるっていう感じなんですよね。多分2階でずっと台所からお水出してたら、多分2階のシンクまでは、台所までは水上がってきたと思うんですよね。そうです。ここがそうです、そうです。油で配管の中蓋しちゃってたのでっていう感じですね。まあものすごく微量がタラタラは流れてる感じはあったんで、ちょっとずつそんな感じだと思うんですよね。
ちょっとこっちからやっていきますね。そうですね、ワイヤー入れてみた感じ、20メートルぐらいあるんじゃないかなっていうところで、ジャマーコースは綺麗で、でも台所から 1.5 メートルぐらい入れたところで、汚れてれば黄色っぽいようなとか白っぽいような、こういうちょっと白っぽいやつは、油がいたような感じですね。で、さっきの高圧洗浄で剥がれてくれて、ここが今反転しちゃってるんですけど、缶の下刃になりますね。金は綺麗ですね。この辺ですね。この辺がこの油がいたようなあれなんですけど、剥がれて今もう本当1ミリとかそのぐらいの厚さなので、このぐらい落ちてれば大丈夫かな。大丈夫です。まだ奥に、まあそうですよね。あっち側なので、やっぱより遠いのかなっていう。これであれか、縦缶だな。パーッと落ちてくるわけだ。あ、そうですね、縦缶ですね。なのでここ今手前に戻してあげて、6.6 メートルぐらいいったら2階から1階に落ちてるような。あ、そうなんですね。それで1階に向かって落ちて、この辺も綺麗になって。かなり綺麗になってるんじゃないかなと予想が。一回クランクになって、ここが1階の転がしてる排水管なので、ここからどこまで行くか。逆に言えば多分これ全部2階から見れないと思うので、ここの縦のところを目安に。外から見るときはこの縦のが見えればこっちから見た分と外から見た分で全部見れるような感じにはなってくるかなとは思うので、この辺も薄いのがついてるような感じですね。これがなんかいっぱいついてた感じですね。そうですね、これが剥がれた油なので、多分これは2階の分のやつが下に落ちただけだと思うので、また外からやってあげればすぐ取れるかなとは思います。そうですね。じゃあこれで次外からまたやっていきます。逆にこれは今回のパターンは本当外からできてめちゃめちゃ良かったです。あ、そうなんですか。これ上からやるってなったらかなり時間多分作ったかなっていうところで、なかなか押し込みにくいんですよね、油って。なのであとは外からこうやってかき出してくれれば、全体的にきれいにできるんですけど、お湯使うんですよね。お湯ってあんま使わない方がいいですか？いや、お湯の方が油の塊が悪くなるからいい。そうですね。お湯だから水だからといって固まりやすいっていうのは、まあお湯の方が固まりにくいんですけども、あとはちょっとここ最後ご説明できればとは思うんですけども、構造的なちょっとあれがあるので、ちょっと作業後に全部ご説明いたしますね。すいません。とりあえずじゃ
ゃあ見ていきますね。はい。はいと。ちょっとここまでいっかですけど、はあ、こいつか。これなんかいるんだね。そうですね、硬いのがいるっぽいですね。いますね。開始1メートルぐらいなので、すいません。あ、大丈夫ですか？見れますか？はい。開始1メートルぐらいがいて、まあ、この辺が薄い油関係で、もうこれあれですね、縦缶ですね。ちょっとお台所からお水流してきていいですか？すいません。あ、そうですね、バタバタバタっときたので、ちょっと染めてきます。台所側から縦缶の下までは見てたので、でこっちからその縦缶の下側から上に向かって今見てるような感じですね。なのであとはその1メートルぐらいにいったあれは多分めちゃめちゃ硬いですね。ここからもうずーっと5、6回ぐらいで足入れしても残ってるぐらいなので、もうちょっとパワー強めなワイヤーでやっちゃいます。そうです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 。こいつはすげえな。もしかすると30年ものかもしれないですね。まあ大丈夫です。落としきれちゃうんで、やっときます。お願いします。大きい塊は取れて、今あとものすごく手前にいるだけなので、奥には行っちゃってはないので、そうですね、これが縦缶なので、さっき多分この辺にいたんですけど、それは取れてるので、最後の一曲がりのところにちょっと大きいのがいるんで、それだけ取っちゃいます。また今こいつがポロッと、はい。そうでしたね。それが最後なんですね。はい、最後のやつがここ、さっき油の色があったんですけど、はい、あと剥がれたやつしかないので、はい、薄いやつしかないので、いたいた。じゃあこれで大丈夫そうですね。じゃあとちょっとこの辺片付けたら、なんでゴボゴボ言っちゃうかとか、その辺のご説明いたしますので、またお声かけいたしますね。今トラップを外した状態です。最初ボトボトって水が跳ねたんですけど、現状油とかがなくなったので問題なくなってますね。このトラップをつけて流すと、今回の家の作り的には上がってきちゃうんですよ。原因が排水のところに水が溜まってたのがお分かりになりますか？あそことあとここ自体にも風水と呼ばれる水が溜まるところがあるんですよね。で、いわゆる専門用語的に言うとダブルドラップっていう状態で、基本的に水ってこう空気を取り込みながら流れていくんですけども、下手にも水が溜まってるところがあって、でここにも溜まってるところがあると空気がなかなか取り込めなくて、水が上がってきちゃうんですよね。
なので今これが、下の蓋をしている状態と、トラップをつけている状態ですぐ上がってくるのは確認できたので、ちょっと今から下の蓋を外してまたこっちお伺いしますね。今外の大きい蓋と小さい蓋があって、小さい蓋を外してきたような状態で水流していきます。この状態であればそうなんですよ。蓋がついてないので、空気の取り込みができているので、通常通り流れるっていう状態なんですよね。あれがシンクって一度も変えたことないんですないですね。で、ああいったトラップマスに流しちゃうのは、ちょっとよろしくはないんですよね。なので逆に言うと、その水の流れがちょっと阻害されちゃうので、油が溜まりやすいっていうのもあるかもしれないですね。ここもう常にあれですか？ずっと外してたり。今取っちゃってるみたい。もうここ数年とかそういったレベルで。やっぱそうですよね。そうなんですよね。配管の中が綺麗でもこれをつけちゃうと上がってきちゃうので。あとは蓋自体が空気を取り込めるような蓋が売ってたりするんですよね。外の蓋？はい。のがあったりとか、あとは穴を開けちゃう蓋自体に。あそこ？なんかちっちゃい方。そうですそうです。してあげれば今よりは取り込めるって感じ。空気が取り込めるので、同じような感じで流れるんですよね。今教えていただいたみたいに、外の蓋のやつで、ちょっと空気が取り込めそうなやつが売ってれば、それ一回買ってみるっていうのも一つなんですよね。そうですね。あれが